どうも、ラスケンです。Hello, I'm ラスケン。今回はラビオレプスという横スクロールシューティングゲームを紹介します。ビデオシステムという知る人ぞ知るメーカーの作品となっています。ビデオシステムというのは、いわゆる脱衣麻雀を作っていたメーカーだそうです。皆さん、一度はやったことがありますよね。脱衣麻雀。簡単にゲーム内容を説明します。ストーリーとしては、ウィキペディアによると、2体のウサギ型ロボット、オーケー特殊戦闘メカウサギを操作し、異星人に誘拐されたバニーランドの王様と王女姉妹を救出するという内容です。まあ、いまいちよくわからん世界観ですな。ゲームとしては、雑魚戦をくぐり抜け、ボスを倒せば面クリアとなります。ステージによっては、雑魚戦がないものもあります。雑魚戦がないと、ラッキーな感じだね。操作としては、ショットとミサイルの2ボタンです。ショットは通常攻撃です。敵の近くでは、パンチが出ます。ミサイルは威力の高い誘導ミサイルを発射します。弾数制になっています。ミサイルはやっぱり誘導してほしいもんだね。ステージ数は12あります。ステージ12クリアでゲームオーバーになります。ループはありません。また、ノーマルモードとエキスパートモードがあります。本動画ではノーマルモードでプレイしています。ノーマルモードでこの難易度なら、エキスパートモードはどうなるんだって感じだね。ゲームの難易度は見た目に反してなかなか難しいです。敵の動きを覚えないと突破できない覚えゲーになっています。また知らないと攻略できないところもあります。まあ、あそこのことだけどね。ではここでラスケンの注目ポイント。それはタヌキのタンタンです。タヌキのタンタンはアイテムの一つで無敵になり、かつ体当たりで敵を倒せるようになります。このアイテムを取ったとき、むちゃくちゃ強くなるので、快感を覚えます。なんかこう、レイズナーの VMAX のイメージがあります。みんなで叫ぼう !VMAX 発動。ゲームの総評としては、テンポが良くて心地よく、遊んで損はないです。1ステージが短いので、ポンポン進みます。雑魚戦がないステージは特に早いです。チャンネルの紹介をさせていただきます。当チャンネルでは、主にレトロゲームの紹介及びチャレンジを行っています。また、レトロゲームではないゲームも取り扱うこともあります。応援よろしくお願いします。それでは、プレイ動画をどうぞ。どうも、ステージ1をクリアしたところみたいですね。さっきの人参を取ると体力が回復しますが、一つでも床に落ちるとその時点でボーナスシーンは終わってしまいますので、体力全回復するように人参を取りましょう。早速タヌキのタンタン取りました。でもこれ取った時は、なんだって感じがしてるんで、使い方があんまり分かってなかったです。でも、すぐに分かったみたいですね。で、巻物みたいのを壊すと、
巻物みたいなのを壊すとアイテムが出ます。アイテムはどうも完全にランダムみたいですね。さっき爆弾が爆発して飛んできましたが、どうもあれはパンチで壊せるらしいです。ちょっと試してないのでわからないですが。そして、ステージにあっという間に終わりました、ボス戦。こんな感じで、各ステージが、テンポいいんですよね。やっぱゲームはテンポ大事ですね。あ、これタヌキのタンタン出てたんだ。あれ取れないですよね。ちょっとこれバグなんじゃないかって気がしますけど、あんなところにアイテム出てどうするんだっていう感じがします。ミサイル使わないと突破できなかったんで、慌てて使いました。ラスケンもだいぶシューティングゲーム上手くなりましたよね。結構、弾幕の中くぐり抜けていますよね。昔のラスケンではできなかったです。ステージ4はいきなりボス戦になります。4の倍数ごとに、ボス戦のみのステージになります。しかもあっという間でしたね。まず、1人目、救出です。そういえばなぜか英語でしたね。海外進出を初めから考えていたんですかね。あ、タヌキのタンタン無敵になります。VMAX 発動。でもあんまり敵がいないと悲しい気持ちになります。ちょっと大型っぽいロボット。あれが強いんですよね。特にレーザーライフルみたいなやつ。結構削られます。まあ、ミサイルは強力なんでね、ミサイルがあるうちは結構ボス戦が楽に戦えます。
この硬い頭が結構厄介なんですよね。なかなか倒れない割に、弾を撃ってくるやつもいるんで、非常に攻略の妨げになります。なぜか敵がてるてる坊主なんですよね。どういうことなんだろう。このゲームの世界観はよくわからんね。あ、そうそう。ステージ7からやたら難しくなりました。これ、結構何回もリトライしています。あと、この開閉するドア。ちょっと無理やり通り抜けましたが、実はよく見るとボタンみたいのがありますよね。あのボタンをパンチで叩くと、どうやら、本当は開閉が止まるみたいなんですよね。これは知らなかったです。あ、知らないと攻略できないところの一つですね。まあでも知らなくてもなんとか突破できるんですけど、ドアの開閉をくぐり抜けるのは結構シビアなタイミングです。もう弾がない、ミサイルがないんで、ミサイルなしで戦っています。まあそれでもそんなに強くはないですね。そっか。雑魚戦に比べるとボスはそんなに強くない印象かな。そして謎の人物。なんでウサギの着ぐるみなんだっていう。なんだろう。この人が一応王様らしいんだけど、なんで着ぐるみよくわからん。出た、弾を撃ってくる頭。あれ厄介なんですよ。逃げるしかないですね。倒しきれない。あ、でも VMAX 発動しました。強い。強い強い。あ、でもこれ VMAX 発動って言ってますけど、実はアニメでは、アニメ版では、特にこういう体当たりで倒すという演出はないんですよね。これは、スパロボの影響です。スパロボの VMAX は、敵を体当たりで倒すような、演出になっています。なので、ラスケンはスパロボの方が先だったんで、どうしても VMAX というと、体当たりで敵を倒すイメージがあります。このドラゴンは結構強かったです。まあ、体力がないんで、そんなでもないですけど、ブレスが結構強力なんですよね。誘導性で、かつ、ダメージも大きいんで、ちょっと厄介ではありました。
この辺もね、結構リトライしたな。まあ、VMAX、いや、タヌキのタンタンが出てきてくれたんで、なんとか突破できたって感じだね。パンチはね、実はかなり強力らしく、有効活用するといいんだけど、なかなか使う場面がなかったね。もうステージ11。ここはボスラッシュ、いわゆるボスラッシュとなっています。今まで出てきたボスが連続で出るというやつですね。まさにステージ1のボスになっています、ここは。これ、倒しきれませんでした。逃げられちゃいました。これはステージいくつだか忘れましたけど、一応ボスですね。このボスは、こんなボスどっかで戦ったっけなっていう気がするんですが、戦ったんでしょうね、ここにいるということは。で、最後じゃないや、まだだった。巨大な頭ですね。ミサイルないと結構きついんですが、なんとかなってます。一発くらいまで、2発くらいって危ない。結構危ない。あと一発食らうとミスになりますね。てぶてる坊主です。てぶてる坊主は楽だった気がするな。というわけで、最終ステージ、12。いきなりラスボスです。これ、知らないと絶対クリアできないと思うんですよ、今の。壁を壊さなきゃいけないですよね。そして、結構強いです。ここはもうミスを受け入れるしかなかったです。多分、残機数のストックは、ここに費やした方がいいと思います。2機失ってなんとか倒したって感じですね。というわけで動画はまもなく終了になります。ありがとう、うさぎさん。
あれそういえばうさぎさんなのかメカがうさぎな方がちだだけで、人間じゃないの？あれうさぎなの？あ、知らなかった。今気づいた。やっぱりよくわからん世界観だよね。スタッフロールが流れます。もうじき終わるので、締めの挨拶とさせていただきます。よかったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ご視聴いただき、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. See you next movie. Bye bye.